どうもこんにちは、革靴の健です。皆さんこんにちは。今日も僕らの革靴やっていきます。僕らの革靴はさまざまな方をお招きして、その靴の思い出やエピソードをお聞きしながら靴への愛を深めていこうという企画です。ラジオ感覚で聞いていただければと思います。それでは今日も僕らの革靴始まります。熊本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。40代のメーカー勤めの会社員です。本日はご紹介するのはこちらのダナーライトですね。ダナーライト、ありがとうございます。かなり渋く履き込まれてますね。そうですね。私がまだ学生の時、2003年に買ったので、かれこれ21年。おお、21年。はい、私の人生の半分ぐらいを一緒に共にしている靴になります。はい、こちらの靴、購入時は新品で。そうですね、新品で買って、はい。おいくらぐらいでした？そうですね、当時4万弱ぐらいでしたね。多分今はもう倍ぐらいすると思うんですけども、はい。このモデル名としては？モデル名はですね、おそらくダナーライトの当時ちょっとまだ限定だったんですよね。これセダーレインボーっていう、今では普通の標準のラインナップでなっている靴なんですけども、当時確か限定発売されてて、ちょっと限定に弱いので、それでちょっと飛びついたんですけども、はい。どの辺が限定？当時そのセダーレインボーっていうのが、このモデル自体が限定なんですか？多分そうだと思います。多分モデルというか、そうですね、この色カラーが限定だったと思うんですけども、なんか知らないうちに普通の標準のラインナップになっていました。この靴2003年に購入されたということですが、購入のきっかけはありましたか？購入のきっかけはそうですね、ダナーの靴がすごくやっぱ好きで、この以前にゴアテックスのフィルムが入ってないフォレスター16っていうのを履いてて、それすごく気に入ってて、でもやっぱりそのダナーライトへの憧れがあって、いつか欲しいなと思ってて、そのタイミングでちょっと限定発売でこれが出たので購入したというのがきっかけになります。ダナーは普段履きされてるんですか？そうですね、普段履き。最近ですともうちょっとドレス寄りの靴を履く機会が多かったですけども、買った当時はほぼ本当に年中毎日のように履いてました。夏でも？夏でも、はい、もうゴリゴリ履いてましたね。この靴ダナー限定品ということで、気に入っているポイントたくさんあると思うんですけど、特に気に入っているポイントを挙げるとするならば、気に入っているポイントはやっぱりこれだけ履いてるので、かなりエイジングしてきてるっていうことと、改造というかカスタムしてるのは、この3層のソールのうちの真ん中を白にして、ちょっと靴にアクセントを設けてるので、それがちょっと特徴なので、これもちょっと気に入っている点ですね。これは、ダナーってステッチダウン製法ですよね。そうですね、はい。そのステッチもちょっと黒から白に変えて、オールソールは1回されたんですか？オールソールはこのミッドソールを変えた時だけで、この一番下の部分はもう多分変えたのは多分5、6回ソール交換していると思いますね。はい。ここのミッドソールをステッチダウンで縫い合わせて、ここの白と黒が接着。そうですね。これってもともとこのソールの厚み分って入ってなかったんですか？入ってましたね。入ってたのを全部削ってもらって、またカジュアルな雰囲気が出て。そうですね。もともとすごい武骨な雰囲気だったんですけども、もうちょっと街でもカジュアルに履けるような感じにしたかったので、このような仕様にしました。この靴かなり履き込まれていますが、メンテナンス何かこだわり、どういったふうにやられているか？メンテナンスは基本的に使ってるオイルはラナパーですね。買った当時からもうずっとラナパーを使ってて、あまり過保護にしたくないっていうのがあるので、年に2回ぐらい塗る程度にしてますね。あとはもうブラッシングですね。ブラッシングには他の靴もそうですけども、結構こだわってるので、まめにブラッシングはするようにしてますね。ほこり落としと、そして仕上げのブラッシングと。仕上げというか、そうですね、皮を揉んであげるっていうのを目的にやってますね。はい。そうするとやっぱり今まで過去に履いてきた靴だとすごく表情が良くなるので、かなりヘビーユースされてますが、この靴履いていった場所の思い出だったり、やったことの思い出教えてください。そうですね、仕事柄いろんな国をに訪問する機会があるんですけども、とにかくいろんな国を一緒に旅をしてるっていうような感じで、思い出があるのはやっぱりちょっとロシアに行く機会があって、現地に着いたら、夜中だったんですけどもホテルが閉まってて、
でその時真冬だったんですけども、マイナス20度近い中これを履いて他にこう尋ねるところもなくずっと死なないようにじっとしてたっていう、このままもしかしたら死ぬかもしれないっていう思いを一緒に共にした靴ですね。はい、それはどこかに佇んでたんですか？そうですね。はい、すごい体験です。なんかこうね、山登りした時、雪山に登った時に寝たら死ぬっていうのを聞いてたんで、もう眠くても寝そうなんですけど寝たら死ぬかもしれないっていうその恐怖に怯えながら、はい、ちょっとちっちゃくなって待ってたっていう、はい、旅行行く際は基本的にこのダナー一足で行かれるんですか？そうですね、一足とあと仕事柄仕事で履く靴は持って行ってますけども、基本的にはこれがメインになりますね。はい、なんでこの革靴っていうのに魅力を感じてますか？やっぱりその革ってすごいフラットなものですけども、フラットなものがこう立体的な美しいものにやっぱ仕上がってくるっていうのにやっぱ魅力があるのと、やっぱ革はそのもののエイジングがすごい好きなので、やっぱそこに魅力がありますね。ちょっと暗く入っていますが、これもまたこの履き込んだ証で、そうですね、革の良さですよね。はい、ちょっと後悔してるのが、これ来るのでオイル入れてブラッシングしてきたらきれいめになっちゃったんですけど、もともとボコボコでしばらくちょっとメンテナンスしてなかったので、それでお持ちした方がちょっとかっこよかったかなっていうちょっと後悔してます。最初の僕のダナーの紹介でもそうですよね、そんな感じになってましたけど、結構この辺つま先とかがね削れてガリガリいきますもんね。これで西穂高に登った時に、結構あの辺の顔料帯が多くて岩ゴツゴツしてるところで、そういうとこ登ってるとやっぱこの辺はボコボコに削れてくるんで、でもこうやってちゃんとクリームを入れて磨けばまた綺麗になるとか、全然履けるというのがいいですよね。そうですね。はい。お次は箱山さんお願いします。はい、よろしくお願いします。箱山と申します。20代でコンサルをやっております。今日は何の靴持ってきていただきました？はい、こちらですね。ジョセフ・チーニーさんのケンゴンです。ケンゴンですね。はい。これかっこいいですよね。結構履いてる方も多く見かけますが、その度にはやっぱ武骨でかっこいいなと思ってます。そうですよね。こちらの靴はいつどこで買われたんですか？これは3年ちょっと前ぐらいに横浜のブリティッシュメイドさんで買いました。おいくらぐらいでした？これは8万8000円ぐらいですかね。この靴購入されたきっかけを教えてください。きっかけは、社会人になって初任給でちょっと買いました。なるほど。はい。かなり思い出深いですね。そうですね。このケンゴンの気に入ってるポイントありますか？気に入ってるポイントはやっぱり武骨さっていうところもそうなんですけど、ミリタリーのラストを使ってるので、履きやすいっていうのと、長時間歩いても疲れないで、かつ武骨さがあるんで何にでも合うっていうところはすごい気に入ってますね。ちょっとボリューム感のあるスクエアトーが特徴ですよね。そうですね。あと製法がこれ確かベルトショーン製法でしたっけ？はい、そうです。ベルトショーン製法というのは解説するとステッチダウン製法みたいなものなんですが、ステッチダウンの下に実際ベルトがついてて、ベルトの上にアッパーがこう折り重なって、それを丸ごとソールに合わせてステッチをかけるという軍隊で使われる防水性の高い製法ですよね。そうですね。このミリタリーイラストとこういう武骨な雰囲気に合わせて、さらに製法までしっかりそういうところから来てるっていうのがこのケンゴンの特徴です。この靴どんな服装にも合わせられるとお聞きしましたが、箱山さん普段どういった服装をされてますか？普段は職業柄ちょっと、ジャケパンだったりとか、アイビールックみたいな感じになるんですけど、そこで基本的にグレーとか、ベージュとかに合わせるような感じにしてますね、パンツ。今日のカーキのパンツにもすごくよく合ってます。そうですね。プライベートでは軍パンとかデニムですかね。この靴紐ってもともとこのカーキ色なんですか？いや、これは変えました。変えました。はい。最初は茶色の紐がついてたんですけど、ちょっとミリタリーチックにしたくて、はい、変えてます。あれですね、セルもなんか銅色な。そうです。銅色のセルにしてます。これはこういう紐カスタムですか？そうですね。これもブリティッシュメイドさんでそういうフェアイベントみたいのをやっていて、そこで途中で変えてもらいました。この靴の履いていった場所だったりやったことの思い出などを教えてください。そ
そうですね、2つぐらいありまして、1つは登山そんなにしないんですけど、ちょっとハイキングがてら高尾山にこれを履いて行きました。でなんか高尾山は革靴でも行けるみたいなのをよく聞いたので、それをやってみようっていうのでこのケンゴンで行きました。どうでした？全然余裕でした？全然余裕でしたね。意外ときついなっていう坂はあったんですけど、全然滑らずに行けました。ソールがコマンドソール？コマンドソールですね。これメンテナンスはどういったふうにされてるんですか？メンテナンスは基本的にあんまりやらないようにしていて、やるとしてもザ・クリームのナチュラルを入れるぐらいですね。でちょっと自然に色あせていくような感じを目指してます。変わってきた感じはありますか？だいぶ色が抜けてきました。最初は本当に濃いバーガンディだったんですけど、全体が色が退色してるんですか？そうですね、特に多分つま先のところとか履きじわのところはかなり抜けてる気がしますね。もともとこういう色かと思うぐらいに綺麗に赤茶色ですね。はい。赤山さんは革靴好きになったきっかけとか、あと、どうして革靴がどういうところが好きっていうのを教えてください。はい、きっかけはですね、多分私の学生時代に通ずるんですけど、ずっと野球をやっていて、革を磨くだったりとか道具を大事に、グローブとかスパイクとかもですね、道具を一つのものをずっと使うっていうのが結構慣れてたっていうのと好きだったっていうのがあって、野球をやめた後に革を磨きたい衝動に駆られ、革小物から入り革靴に至ったという感じですね。じゃあ革靴自体も好きだけど、そのメンテナンスをしている時間っていうのがすごく好きですね。はい、なのでこのケンゴンは欲求を抑えながら育ててます。なるほど、いっぱいやりたくなっちゃうけど、あんまりやりすぎず過保護にしすぎないような感じで。革小物から入ったっておっしゃってましたけど、最初買われた革小物とかは何だったんですか？最初は財布ですかね。コンパクトな財布を使ってて、ヌメ革のやつを使っていて、経年変化がすっごい好きで。他人試しのヌメ革とか色の変化と艶の変化すごく楽しいですよね。楽しいですね。じゃあ熊本さん、2足目お願いします。こちらTLB さんのですね、タッセルローファーになります。スペインの靴ですね。そうですね。はい。これ革はミュージアムカーフですか？そうですね。おそらくゾンタのミュージアムカーフかなと思うんですけど。この靴購入されたきっかけを教えてください。きっかけは有楽町の阪急レンズさんに行った時に、ちょっといろいろSNS とかでもこのブランド見かけてて、ちょっと興味があったんで試着してみたんですけども、試着したらすごく履き心地が良くて、自分の靴すごく高高でおそらく合わないだろうなと思って試着したんですけども、すごくフィットしたので本当に衝動買いというか。なるほど。おいくらぐらいでした？これ多分5万もしなかった。かなり5万ぐらいだって、5万前後だったと思いますね。この靴のちょっと気に入ってない部分というか欠点みたいなところを教えてください。そうですね。あまりなんていうんだろう、メンテナンスしてもあまりなんか表情が変わっていかないっていうのが、まだ2年しか履いてないんでこれからかもしれないですけど、あとちょっと血筋が両足のこの部分に入ってしまってるので、これちょっと残念な点ですけど、個性ということで。生地座ワークで普段使っているミュージアムカフはイルチアのものなので、ゾンタのものは実は触ったことがないんですけど、印象としてはゾンタの方がなんかちょっと表面が硬いような、この革の個体なのかもしれないですけど、ちょっと硬いような、そんな感じがあります。でイルチアのものもミュージアムカフって結構血筋とかトラが多くてですね、結構使いづらいというか、ぶどまりがすごく悪いんですよね。僕の予想なんですけど、ミュージアムカーフってこういうムラ染めにしてるのは、綺麗なボックスカーフにするにはちょっと見劣りするようなものをミュージアムカーフに回してムラ染めをして、悪く言うとごまかしたりするような、そういう商品なのかなという気もするんですよね。なので革自体にその使用には全く問題ないんですが、結構こういうトラとかね、土が入りやすいような感じはします。そうなんですね。ただ全体の質としてそんなに悪いものという印象は受けないので、
まだまだ全然そうですね、ガシガシ履いていきたいと思います。成長の余地があると思います。普段履きですか、それとも普段履きスーツとかですね。チノパンとかデニムに合わせることが多いですかね。もう子供と砂場に行く時とかも履いてる感じで、かなり全く汚れたりとかは気にせず、ヘビーユースの日常使いの靴ですね。でも履きやすくて、ね、それに衝撃を受けて買われてるんですよね。普段から履きたくなりますよね。高山さん、2足目お願いします。はい、2足目はこちらです。産業山町のパターンオーダーで作ったローファーですね。これネイビーですか？そうです。これが、イルチアのミュージアムカーフのものですね。ネイビーです。そしてコンビ使いになってるんですか？そうですね。はい。そこが部分はミュージアムカーフ。そうです。両方ともミュージアムカーフ。片押しのミュージアムカーフですね。そうです。なかなか粋なオーダーですね。そうですね。ちょっとシンプルけどちょっと工夫をするぐらいの気持ちでやりました。この靴オーダーするきっかけありますか？きっかけはですね、やっぱ武骨な靴をばっかり持っていたので、一つドレスな靴が欲しいなというところで、ただ紐靴だと窮屈になりすぎるような気もしたので、比較的カジュアルドレスで着れる履けるこのローファーっていうところを使いました。なるほど。ローファーの中でも産業町さん他にもタッセルとかありますよね？あります。何型かありますよね。何型かありこのます。ペニーローファーにされた理由は？アイビールックが好きっていうので、やっぱりペニーをここに挟んで履くっていうのとかがあると思うんですけど、そういう歴史もちょっと好きで、そういう背景があって買いました。ちなみにコイン挟んで履かれたことあります？挑戦しようとしたんですけど、コインなかったのでできなかったです。パターンオーダーができるブランドというと他にもいろいろあると思うんですが、産業山町さん選ばれた理由ってあります？フィッティングですね。なるほど。はい、やっぱかかとが小ぶりなので、ローファーを、オーダーするってなったらかかとの抜けって一番気になるので、そこを重視して選びました。実際このローファーはそのフィッティングシューズがあるんですかね、パターンオーダーする際は？そうですね。もともと規制で出てるやつを試着させていただいて、そこで調整しました。この木型調整とかっていうのはあるんですか？ありますね。それもやっていただいてるんですか？ただ自分の足多分本当に標準的でそのままぴったり入ったので、特にいじってないですね。この靴の思い出あれば教えてください。思い出、そうですね。一番の思い出は履き下ろしをする前に長谷川さんに磨いていただいた、ブリフトアッシュの長谷川さんに磨いていただいたことですかね。なるほど。本当にこのミュージアムカーフなので、やっぱ暗いところだと濃淡とかも見えないので、それをうまいこと引き出していただいた思い出があります。暗いところでもその濃淡がより分かるような磨きをしていただいたと。はい、なんか濃淡が浮き出てくるような艶を出していただいてびっくりしましたね。では熊本さん、キッシュザワークの靴をお持ちいただいているということで、ご紹介お願いします。ご紹介するのはこちらのスノーベルになります。 MTO モデルの 3i8 のプリント、スノーベルですね。ありがとうございます。こちらは4月に納品させていただいて、今2ヶ月弱経っている感じですかね。キッシュザワークのMTO の最初のオーダー会、11月のオーダー会でオーダーいただきましたが、オーダーいただくにあたってのきっかけっていうのはありました？そうですね。ケンさんの動画はもうずっと前から拝見させていただいてて、絶対ビスポーク、将来的にビスポークでオーダーしたいですけども、まずはちょっと MTO で一足欲しいなっていう思ってて、それでオーダーさせていただきました。ちなみにいつ頃から動画は見ていただいたんですか？たまたまテレビをなんか予約してて、当初撮りたいものが撮れてなくて、でその代わりに撮れてたのがクッキーさんの靴を作るっていう動画が撮れてて、それでケンさん知って、完全に偶然なんですね。そうですね。奇跡的なね。そうですね。そこからこうやって靴をオーダーいただけるまでになると、そうですね。面白いものですね。今回スノーベルでオーダーいただいてますが、スノーベルにした理由を教えてください。そうですね。もともとは最初ソートゥースでオーダーしようかなと思ってたんですけども、ちょっと自分の靴のクローゼットのバリエーションを見ると、
較的その武骨というか、男っぽいような靴が多くて、でこちらソートゥースですね。そうですね、はい、だったので、ちょっと女性的なフォルムというか、柔らかいフォルムの靴も欲しいなと思ってこれにすることにしました。スノーベルはこの丸っこい、全体的に丸っこいフォルムと、この曲線が、ちょっと僕の方でも女性らしい柔らかい印象をね、思い描いてデザインしましたので、まさにそういったところ気に入ってもらえたと。こちらはイノシシ革のナチュラルですよね。そうですね。この革を選ばれた理由は？展示会でこの革を見た時にちょっと一目惚れしてしまって、作るならこの革で作りたいなっていう要望があって、であとやっぱこのナチュラルすごいエイジングするって伺ってたので、やっぱそれでやっぱこれしかないなと思って。なるほど。でそれからソールをどうするかとか、色どうする、このコバの部分の色どうするかとか、紐どうするかとかのちょっとイメージを固めていったっていう感じですね。このスノーベルは、制作してこのアッパーにこのイノシシの生傷というか、ここが特徴だなと思ったんですが、ルローニケンシンっていうふうに表現されてましたけど、こういったイノシシはこういう傷も特徴の一つですが、どうですか？そうですね、もうすごく魅力を感じてて、やっぱりブラッシングするためにいいなと思いながら、見てますね。これってどれぐらい履かれてますか？そうですね、手元に届いてからほぼ週1では必ず履いてますね。週1週2ぐらいで履いてますね。馴染んできた感じはありますか？そうですね、アッパーがかなり馴染んできた感があるんですけど、やっぱり帰りがまだちょっと硬いなっていう感じがするんで、やっぱもうちょっと履かないと馴染んでこないかなって思ってます。こちらフルハンドメイドです、そうですね、はい。こんな感じでフルハンドメイドオークバークになってますね。標準の革より履き心地が最初硬いと思います、これからどんどんさらに馴染んでいく。そうですね、楽しみです、で、熊本さん、このノーベルをオーダーされる際に、コバをダークブラウンにして紐もダークブラウンにっていうご要望があったじゃないですか、ここにはどういったこだわりがあったんですか？そうですね、同じナチュラルの紐にしてしまうと、やっぱりちょっとアクセントに欠けるかなと思ってて、やっぱこことここを合わせることによってなんかまとまり感が出るなと思って、この色を合わせるようにしました。エイジングはまだそんなに進んでないですか？そうです。でも手元に届いた時からは結構色がもう変わって、すでに変わってきてるので、全体が少し濃くなってくるようなそうですね。これからが楽しみですね、すごく。メンテナンスはクリームを入れて、そうですね、ブリフトアッシュさんのザ・クリームのナチュラルだけですね、基本的には。でまたブラシも念入りにして、そうですね、はい。すごく革が、納品して間もないですけど、いい状態を保ってます。ありがとうございます。せっかくなので、キシュザワークのローファーですね、これ試着いただいたことないと思うので、これをぜひ試着お願いします。率直な忖度なしの感想をお願いします。熊本さんって木型調整って入れたんでしたっけ？いや、してないですね。これはどうですか？もう一個下でもいいかもしれない。ちょっとかかとの抜け感が、ローファー少しゆとり作ってるんで、ワンサイズ下げる方が多いような印象はあります。そうですか。今スノーベルと同じサイズ履いていただいて、ちょっと緩みを感じるということなので、1個下のハーフサイズ下を履いていただきます。で、高能性の調整できます。これは。そうなんですか。そうですね、今の状態だとかかとの収まり、こちらの方が断然いいですね。でもこの辺のがちょっとタイト感がある。タイト気味な感じ。でも履き込めばボールジョイントのあたりの圧迫感っていうのは結構革の伸びがあるんで大丈夫なんですけど、サドル部分ですね、甲の圧迫感が強い場合は調整を入れた方がいいような感じです。甲の圧迫感も全くないですね。本当です。すごくいいですね。ありがとうございます。ちょっとこれだと1枚ここに革1枚挟めるぐらいゆとり感がありましたけど、今だとぴったりで履き心地はすごくいいですね。ありがとうございます。箱山さんにも入っていただきます。箱山さんは今日はビスポークの採寸で来ていただくことになっていたので、僕らの革靴も出ていただいてます。いかがですか？いや、めちゃくちゃいいですね。ジャストですね、これ。す
ごい歩いてください。なんかかかとが抜けそうな感じが全くない圧迫感ではないですか？圧迫感ではないですね。ああすごい。なんかあれですね、前と後ろこう手で掴まれてるような感じですね。でずれない。そうですね、かなりずれない感じは、多分サポートしっかり入れてるのもあってあると思いますね。うわこれすごいわいや嬉しいですね。でも指先はゆとりがありますよね。そうですね、結構ローファーって寸詰まりになったり指でグッと押さえ、指のこう詰まりとかかとで押さえつけたりしますけど、なるべくそうしないように。これいいよ。じゃあこれでお願いします。わかりましたありがとうございます